皆さんこんにちは。今回は、卵アレルギーを持った子を持つ義兄嫁にとんでもない要求をされた一致のお話です。それでは、本編をどうぞ。アレルギーだからこだわりとは少し違うけど、義兄家の子が卵アレルギーで義兄嫁が我が家にまで卵を控えてくれって言ってきてうざい。我が家は一切聞かない。卵大好物だから美味しく食べてる。それで余計に意地になってギャーギャーいう悪循環になってる。食事同席する場だけじゃなくて、基本的に卵食べるなってこと？そうです。最初、食べられない子に見せるなって意味かと思って、食事を同席するのを断れば解決かと思ってたんだけど違うみたい。こっちが卵食べてると、身体に卵の成分が出て、かっこ意味不明。一緒に遊んだら義兄家の子が痒くなるんだって。じゃあ仕方ないね。で一緒に遊ばない、会わないってことにしたんだけど、義兄嫁からはありえない、冷たいってギャーギャー言われてる。義兄嫁気違いすぎて笑った。全力で疎遠にするしかないよ。だって言葉通じなさそう。言葉通じないというか、自分に都合のいいことしか聞きたくないみたい。都合の悪い言葉は意地悪とか差別っていう。そんななので幼稚園でも時間外保育をお断りされたらしい。強がってアレルゲンだらけの幼稚園に長く預けておけないしって言ったけど、我が家もこの先遊ばないと知ったらギャーギャー言い出したので預け先として当てにしてたのかも。わあ、幼稚園にも色々要求したんだね。確かにそんな主張なら幼稚園も保育園も無理だよね。それでも預けてるの？意味不明。一致が異常だし、非常識だわ。被害者ぶってるけどさ、加害者だよ、あんた。その子に何かあったら、あんたのせいだからね。バカな女。ここはやはり義兄嫁オツと言うべきか？私たちが卵食べることで義兄家の子の害になるって分かった以上、会わないし偶然会っても一切触らないから大丈夫。幼稚園や学校ではどうしてるんだろうね。誰も同席できないよね。私立へ行っても卵を食べること同席は同じことだしな。というか、その辺もうっかり歩けないよね。アレルギーは甘えと麻薬をいく気違いさだな。アトピー性皮膚炎だと卵アレルギーになりやすいって記事は見かけたけど、卵を食べた子の近くにいると皮膚感染するような情報は見かけないよね。ありえないことではないと思うけど、アレルギーとかもこじらすと、聞いたり見たりするだけでも症状を出すこともあるのでは。私は漆にかぶれたその後しばらくは漆と聞いただけでも症状が出たよ。だったら一致義姉と甥妹との付き合いを断つって言ってくれる一致はとても情け深いおばさんだ。この小学校で重度のあれの子がいて、アレルゲンの食品の汁が跳ねたのが肌についただけで反応するわ。台拭きに汁がついてて机に触ったらかぶれたわでその子が食べなくても周囲は大変だった。皮膚感染じゃなく、卵食べた手で触るとか？手で直接掴む卵料理ってゆで卵くらいだね。そんなんでも映る、とか思われんだろうな。重度だと経口摂取の反応だけじゃなくて、皮膚についただけで反応するんだろうね。食べた子から卵成分が出るんじゃなく、卵成分が体に付着してる可能性があるから言ってるんだろうね。ただそこまでひどいと親はめちゃくちゃ卵排除に神経すり減らすから、精神やられちゃってるのかも。そばアレルギーの人は、茹でた蒸気でも症状が出るというから、付着物やらなんやら神経質になってるのかもしれないね。でもそこまで関わるなら集団生活は無理だし、友人親戚付き合いも同様。一致の対応は正しいと思う。給食の除去食とかで思うけど、昔よりアレルギーの子供って増えたのかな。遠足でもお菓子のやり取り禁止になったから増えたのかもね。昔は周囲の配慮がいるようなひどいアレルギー持ちは早々に死んでいた。アレルギーが辛いのはよくわかるけど、合ってない時も食べるななんて無理だよね。それじゃこの先、幼稚園にも学校にも行けないね。子供が花粉症とかになったら庭とかに気を植えてる人全員に配慮してもらうつもりなんだろうか。いかがだったでしょうか？アレルギーのある我が子を思う気持ちはわかりますが、行き過ぎには注意したいところです。皆さんは正しいアレルギーの知識を身につけて正しく行動しましょう。仕事アレルギーなんだがなんとかしてくれと思った方は、チャンネル登録といいねボタン、良ければ動画の感想などをコメントでお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。